DIY で家具製作をするときなどに接合部の強度を高めたり、凹凸になった表面を作ってデザイン性を高めることができる溝加工。今回は電動工具トリマーを使って作る基本的な溝の作り方について解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにトリマーを使って溝を作る際は、対象物の表面を加工するためビットの両サイドから抵抗がかかり、ビットに過度な負担がかかると危険な加工となったり、このように綺麗な溝も作れませんので、1回で行う加工の出幅を必ず 1mm から 3mm 程度にして、例えば深さが 10mm の溝を掘りたいときは、溝を作りたい場所にストレートガイドを調整したら、最後の加工までストレートガイドの調整はそのままで、1回目の加工を 3mm で行って、3mm の溝ができたら、さらに 3mm を足した合計 6mm の深さで溝を作って、深さ 6mm の溝ができたら、先ほどと同じようにさらに 3mm を足した 9mm の深さの溝を作って、9mm の溝ができたら、最後に残りの 1mm を足して、合計4回の加工にわたって深さ 10mm の溝を作っていきます。そしてこのような木材に対してそれぞれの側面の端から端まで線の内側に溝を作りたいときは、ストレートガイドを目的の場所に合わせてビットの出幅を調整したら、作業台やテーブルの上に対象物が動かないようにクランプなどで固定をしたら、トリマー加工をしていこうかと思うんですけど、この時にトリマービットが対象物に接した状態で電源を入れると、ビットの回転不足により加工能力がない状態でトリマーが後ろに弾かれたり暴れたりすると大変危険ですので、必ず加工を始める際は対象物からビットが離れた状態で電源を入れて、トリマービットの回転が加工に十分な回転に達してから、対象物の側面とストレートガイドが離れないように注意しながら、まっすぐと一直線に溝の加工をしていきます。そして場合によっては、このような端から端だけの溝だけではなく、木材の端から少し内側に入った四角い部分のみの溝加工をする際は、対象物の側面にストレートガイドをきちんと密着させた状態で、目標とする端の部分から
ほんの少し自分から見て向こう側に持ち出した状態で、ベースプレートの向こう側を支点に、トリマービットが対象物に当たらないように浮かせた状態で電源を入れます。そしてトリマービットが加工に十分な回転数に達したら、ゆっくりとベースプレートを密着させて、目標までトリマーを自分から見て手前側に引いて、目標の場所までたどり着いたら、あとは次の目標に向かってもう一方の目標までトリマーがたどり着いたら、まっすぐとトリマーを少し手前側に引いて、この状態で電源をオフにして、ビットの回転が完全に止まってからトリマーを対象物から離していきます。そして先ほど加工した対象物の内側の溝や、対象物の端から端まで作った溝の向きと木目の方向が平行なことに対して、溝の向きと木目の方向の関係が平行ではなく、木目の方向に対して垂直に溝を加工する場合は、加工の始まりは先ほどと同じで問題はないんですけど、加工の出口の部分では木材の残りが出て綺麗な加工ができなかったり、場合によっては木材側面に欠損が出たりして綺麗な加工ができなかったりしますので、木目に対して垂直に溝を作るときに起きる側面の欠損を防ぐために、このような端材を使っても全く問題はないんですけど、必ず同じ厚みの木材を使って対象物を作業台やテーブルなどに固定した後に、対象物の側面から端材などがはみ出さないように注意しながら、両面テープなどを使用して対象物にきちんと密着した状態で、作業台やテーブルなどにしっかりと固定して、加工の出口でトリマービットに押し出される木材の側面を逆方向から端材が押さえてくれるので、端材まで一緒に加工することで、欠損がない綺麗な側面を作っていきます。そして木目に対して垂直に溝を作った際は、木材の繊維が横に切断されて溝の両脇に毛羽立ちが発生したりしますので、サンドペーパーを使って毛羽立ちを落とすことで、木目と平行な溝と同じように綺麗な溝を作ることができます。そしてこのようなスタンダードな溝以外にも、アルファベットの V のような形をした V 溝ビット、先端に丸みがあり U の字を形した U 溝ビット、他にもビットの先端がまっすぐではなく、このような面白い形をしたクラシックプランジ、このようなビットを使う際も、溝加工する目標の場所に
ストレートガイドを調整したら、木材やビットの形状に応じて1回の加工の出幅を調整しながら、目標とする溝の深さまでトリマー加工を進めていくと、ビットを交換するだけでこのように表情が違った溝を作ることができます。そしてトリマーを使って綺麗な溝を作るためのポイントとして、基本的には加工中にストレートガイドが対象物の側面から離れないように最後まできちんと密着した状態を維持して、一度の加工でトリマービットにかかる負担を極力軽減しながら、ベースプレートが左右に浮いたりなどして傾いたりしないように対象物表面と密着させた状態で加工することで、まっすぐとした一直線の綺麗な溝が作れるんですけど、一部例外としてこのように根元よりも先端の幅が広いトリマービットは、木材をビットと同じ形状に溝を掘る際、先ほどと同じようにビットの出幅を少しずつ増やしながら加工していくと、最初に加工された溝の形状と次に加工された溝の形状が異なり、トリマービットと同じ形状の溝が作れなくなりますので、トリマービットに極力負担をかけず、ビットと同じ形を形成するために、ビットの先端から目標とする溝の深さと同じ部分の幅の寸法と近い数字でそれ以下のストレートビットを使用して、あらかじめ先ほどと同様の溝加工でトリマービットにかかる負担が軽減されたところで、目的の溝の深さまでビットの出幅を調整して加工すると、無理なく安全で綺麗にトリマービットと同じ形の形状の溝が作れます。そしてこのような形状の T スロットビットと言われるビットを使う際は、ビットの先端より内側の細い部分の直径よりも細く近い寸法のストレートビットを使用して、先ほどと同じような加工で溝を作ることができるんですけど、木材の端から端まで溝を作るのではなく、木材の内側に溝を作った時と同じような加工をすると、
掛け時計の裏のように金具をかける溝を作ることもできます。このように今回は DIY で役に立つ電動工具トリマーで作る溝の基本的な作り方について解説していきました。ぜひね、今回の動画を参考にしていただき、 DIY で制作する接合部の強度を高めたり、凹凸を使ったデザインを制作する参考にしていただいて、さらに DIY の可能性を高めて安全で楽しい DIY の参考にしていただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。